はい、皆さんこんにちは。今回はこの競馬に FRP でオーバーフェンダーを製作していこうと思います。こちらビス止めのフェイクのオーバーフェンダーなんですけど、裏はこのような感じになっています。これと同じものを作っていこうと思います。私のチャンネルでは過去の動画で競馬のワイド化の動画を投稿していますので、初めましての方はよかったらこちらの動画も見ていただきたいと思います。他にもミニやアウディの改造動画を投稿していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。オーバーフェンダーを製作するにあたって、こういった軽板とか IS 板とかは、ここのドアフェン、こちらがドアを開けた時に干渉するので、ここは逃がしができるように作ります。こちらは後ろ側なんですけど、後ろ側はスライドドアタイプなので、スライドドアを開けた時に、ここの内張りが干渉しないように測って作ります。私はヒンジをノーマルのままで、ロングヒンジに変えないので、フェンダー幅の限界値は 25mm 前後だと考えています。もしそれ以上出したい方ですと、ここのヒンジをロングヒンジとか加工する必要がありますね。まず最初に型を作るのですが、こういったスタイロフォームとか発泡スチロールの材質のものですね。こちらを使って型を作っていきます。厚み 20mm のスタイロフォームを内張りとフェンダーの間に突っ込みます。ちょうどフェンダーの頂点とスタイロフォームの頂点が止まったところですね。下の方は内張りとスタイロフォームの余裕がありますね。ここのフェンダーの頂点となる角は削ります。スタイロフォームが 20mm ですので、FRP とパテモリをプラス 5mm 想定して型を作っていきます。オーバーフェンの形を決めるのにトレーシングペーパーを使います。車両に貼り付けたら鉛筆で書いていくんですけど、高さは 60mm ぐらいで、私はショートバンパーにしているため、幅は真横から見た時にバランスが取れるようにしています。プレスラインより下に 10mm 前後アーチを書いています。フェンダーの形は人それぞれ好みがあるので、自分の好きなデザインでいいと思います。反対側のオーバーフェンの製作も同様の作業ですので、割愛させていただきます。写し紙を書いたラインより少し大きめにカットしていきます。ズレ防止のためにテープを貼っておきます。カッターでラインをなぞるように切っていきます。この段階では大雑把でも問題はありません。型なのでそれほど神経質になることはないと思います。FL と書いていますが、フロントのレフトですね。間違い防止で書いておくといいでしょうね。前後左右作りますが、今回は左の前後ろだけですね。測ると 61mm ですね。1mm 少し大きめに作ってますね。削った時に 1mm、2mm は削れてしまうので、大きめの方がいいでしょうね。底辺の厚みを 20mm ぐらい残したいんで、切りすぎないように 30mm のラインを書いておきます。アーチは前後左右均等にした方がバランスがいいと思います。フロントに逃がしと書いていますが、これはリア側の内装の逃がしのアーチですよね。斜めにカットしていきます。指までカットしてしまいましたので、カット板でも貼っておきます。刃物を取り扱うときは十分に気をつけた方がいいでしょうね。カッターでの切り落としは大体でいいです。ですが、削りすぎないようには注意します。型を成形するのに100番のペーパーを使います。一つは当て木をして成形するやり方ですね。もう一つはペーパーサンダーを使用したやり方で効率がいいのでこれを使用します。
型を仕上げていくのですが、両端の部分は自然に落ち込むような形にします。ある程度仕上がってきたので、外形を整えていきます。底辺から 20mm ぐらい残していますね。外形が仕上がったら、こちらフロントの方ですね。仮止めをして、ドアとフェンダーの隙間をマジックで線を引いておきます。カッターで切断して分割式にします。ドアを全開にしてフェンダーの隙間から測ると 25mm ぐらいです。また仮合わせ状態に戻します。ここでは 50mm カットしていますが、 40mm 前後でもいいと思います。干渉しそうな部分はカットしておきます。まだ触った感じがあるので、サンダーで削って仕上げていきます。仮止めの状態なので少し触っていますが、本止めの時に少しずらして調整します。リアも仮止めをしてスライドドアを開けて確認します。内張りとの干渉の心配はないですね。こちらはリア側なんですが、フェンダーの爪の部分をガラスマットを貼りやすくするために型を作っておきます。型は高さ20、幅20の20角で作ります。爪の裏に引っ掛けるような形で仮止めしておきます。材料の関係で2分割にしてますが、一本物で作ってもいいと思います。次に養生をします。こういったマスカーなんかを使うと新聞紙とかよりは効率がいいです。養生はなるべく広くしておきます。樹脂がボディにつくとなかなか取れなくなるんですよね。樹脂を塗っていて万が一飛び散ったとしても心配はいらないですよね。それから養生は下から上に貼っていくのが基本なので覚えておくといいでしょう。アルミテープを用意します。ニトムスと100均テープなんですけど、100均テープから貼っていきました。空気が入らないように3分の1は重ね張りをした方がいいですね。100均テープの方は厚みが薄いので貼りやすいのですが、破れやすいです。メーターが少ないですし、剥がしにくいのでコスパが悪いです。使用するならニトムスの方がいいと思います。養生は足回りやインナーにもしておいた方がいいです。タイヤやアルミにも養生しておきます。フロント側に移りまして、私の車は泥よけを外してあります。ですので、こういった部分もアルミテープで養生しておきます。くどいようですが、養生だけはしっかりやっておかないと後で泣きを見るので、手間を惜しまずにやっておきましょう。ドアの部分の型は約 10mm ずらしています。フェンダー部分の型は約 30mm ずらしています。ドアを全開にして FRP の厚み分も計算してずらしておきます。この手の車のフェンダーはここが一番重要なポイントですよね。フロントも同様にアルミテープを重ね張りしていきます。
ドア側とフェンダーの曲面の R がきついところは100均のアルミテープの方が貼りやすかったです。泥よけ部分は出っ張りがあったので、もう一度貼り直します。内装剥がしで出っ張った部分を引っ込めてます。これで型と養生は終わりました。次に準備しておくのが、ゴム手袋とガラスマットと FRP のポリエステル樹脂の資材、ポリエステル硬化剤、アセトン。アセトンはハケローラーの洗浄剤ですね。あと容器。こちらは洗浄用の容器です。空気抜きのローラーですね。あとは適当にはけるよう用意します。それではガラスマットを切っていきます。ガラスマットはチクチクして刺さるので、ゴム手袋なんかをしておく方が刺さりにくいです。ゴム手袋は袖が隠れるような長い方がいいです。今大のサイズのマットを切っているのですが、もう少し幅が広くても良かったなと思います。あらかじめ大中小のサイズで切り分けておいて、貼る部分によって使い分けます。ガラスマットはほぐしておくと貼りやすくなります。角の部分や R がきついところなんかにはよくほぐしておく必要がありますね。洗浄用のアセトンなんですが、もしも何かに樹脂がついてしまったらアセトンですぐ落ちるので用意しておきます。ワックスを塗っておくと型から剥がしやすいです。それでは混合剤を作っていきます。最初慣れないうちは 200cc ぐらい、もしくは 100cc ぐらいでもいいですね。硬化剤の比率は 1% から 3% ぐらいです。夏場でしたら 1% ぐらいでいいでしょうね。10分ぐらいですぐ硬化してゼリー状になって塗りにくくなってしまうので、私はスポイトでほんと少量だけ混ぜています。よく攪拌したらすぐ塗り始めます。型の方に樹脂を塗っておきます。ガラスマットを貼り付けたら樹脂をガラスマットの上に染み込ませるように塗ります。フロントフェンダーの方は細かいところや曲面が多くて少し難しいですね。樹脂の効果が早いので時間との戦いですよね。この FRP の作業をやったことがある人ならば共感してもらえると思うんですけど、迅速かつ丁寧に貼れないと樹脂が硬化して焦りますよね。結構本人焦っています。貼っていてもすぐにずれてくるんですよね。空気が入ったのでローラーで空気を押し出しています。あまりローラーでコロコロやりすぎるとまたマットがずれてきて悪循環なんですよね。マットを今貼っているサイズよりも少し大きめに切ってほぐした方が多分貼りやすいと思います。角の部分は小さめのサイズでよくほぐして貼ると貼りやすいですね。1層目が終わったのでローラーで空気を抜いていきます。次に2層目を積層していきます。今底面から貼っていっていますが、これがめちゃくちゃ貼りにくくてですね、樹脂を塗ると重力に負けて剥がれ落ちてくるんですよね。これが厄介なポイントですね。1層目に比べると積層はまだ貼りやすい方ですね。1層目が少し硬化していてゼリー状になっているんですかね。ですのでガラスマットもさっと貼れますね。それから樹脂の混合剤も10分以内ぐらいですぐに使い切れるような少量を作った方がいいと思います。現在撮影しているのは1月ですので冬場ですので外気温が低いです。効果は少し遅いんですが、夏場になるとちょっと早いかもしれないので、5分から10分以内に塗れる量ですね。そうした混合剤を作るといいですね。フロントが終わりましたのでリアの方をやっていきます。底面から貼っていっていますが、上からでもどちらでもいいと思います。またひたすら同じ作業をやっていきます。私は FRP の作業がどちらかというと
得意ではないので、4箇所分作るというのは慣れてきますね。船とかお風呂とか大きいものは平面部分が多いので貼りやすいのですが、フェンダーとかエアロは曲面が多いので貼りにくいですよね。今1層目のガラスマットの貼り付けが終わりましたね。樹脂を塗っていきます。塗り方のコツなんですが、これは人によると思いますが、ガラスマットに染み込ませて馴染んだらまた同じ箇所を塗るようにしています。べったり塗る方がやりやすいっていう方も見えますし、私みたいにちょこちょこ重ねて塗るやり方の人もいますし、これは自分のやりやすい方法で塗っていけばいいと思います。今1層目が終わったので2層目を貼っていきます。ご覧いただくとわかるのですが、側面と底面の角を貼ってっているのですが、すぐに剥がれてくるので、剥がれては押さえの繰り返しで、なかなか作業がはかどらないんですよね。ブツブツとぼやきごとを言いながら作業してましたら、ようやく終わりに近づいてきました。空気抜きのローラーで空気を抜いたら作業終了です。ローラーは再利用できるようにアセトンで洗浄しておきます。完全に硬化したのを確認したので、剥離する前にカットする部分をマジックで印しておきます。切りすぎないために 10mm 以上大きめに書いておいた方がいいですね。外側の線は最初にカットする部分ですね。手間ではありますが、失敗しないように2回に分けてカットします。いよいよ型から剥がしていきます。一度に剥がそうと思って目いっぱい力ずくで剥がそうとすると割れてしまう可能性があるので、少しずつゆっくりと手加減しながら剥がしていきます。ワックスを塗っているのでまだ剥がしやすいんですけど、これがワックス塗ってないとテープがくっついちゃって剥がしにくいので、ワックスは絶対塗っておいた方がいいと思います。剥がし終えたらマジックで描いたいらない部分をサンダーでカットしていきます。この FRP をサンダーでカットしたり削ったりすると、細かい切りカスとかが宙に舞って肌が露出している部分がチクチクしたり痒くなったりするんですよね。この作業の時はなるべく肌を露出させずに長袖長ズボンで作業した方がいいと思います。不要な部分をカットしたら面がデコボコなので塗装の剥離用の刃に変えます。凹凸とかあるところを軽く面出ししておきます。この段階では大雑把でいいと思います。面出しをしすぎて穴が開いてきた場合ですね。こちらですね。見えますでしょうか。穴が開いてしまった場合は、またガラスマットを裏に当てて樹脂を積層していきます。この補修方法が正攻法なので絶対やっておいた方がいいです。今回は説明だけですので、こういった穴はパテで埋めていきます。型を取っ払って刈り合わせをして確認してみます。ドア側の干渉は大丈夫そうですね。今回の動画はここまでにして、次の動画でお会いしましょう。
次の動画はパテを使って成形していきます。ご視聴ありがとうございました。